有什么问题的话再给我们联系，这是您的卡。ということでね、皆さん、開封からね、もう、ガオティエ、鋼鉄に乗って約20分間ってすっごい短い旅だったんですけど、お隣のね、河南省河南の省都ですね、鄭州にやってきました。日本語だったら何ですか、鄭州ですか。で、今ホテルチェックインしたんですけどね、ホテルなんていうか大きめのホテルですけど、部屋はね、なんていうかあんまり、結構割とフローリングだし、すごいカジュアルな感じの部屋ですけど、鄭州というのは観光で有名な街ではない。一つ大きな観光地があって、それはかの少林寺であるが、街中にあるのではなく、高速バスで1、2時間の離れた山にある。今回は私はそこには行かない。ただ街中をブラブラするのだ。何もないと言っても河南省の省都である。人が集まっている場所にはそれなりに見どころがあるはずだ。ここね、遺跡公園だって、昔のね、遺跡城壁なのか分かりませんけど、商の時代、商って商売の商で、紀元前のね、1600年だかなんだかみたいな話ですね。1950何年だかにね、発見されたみたいな、そんなことが書かれてありました。とにかくでかいですね。残念ながら上は登れないみたいです。でもこれずっと続いてるね。なかなか長いです。城壁ですね。ここの橋でね、屋台トラックと町の管理人のせめぎ合いが起こってるんですよ。ここに止めたい屋台トラックと同化したい町の人、管理人の人。いや、这个怎么卖6块钱一份。6块钱一份啊，来一份。这是什么糕啊？这是糯米做的，西安的那个正糕。買ってみました。このなんて読むかわかんないお菓子、西安のやつ名物だって。確かになんか動画で見たことあるな、こういうの。もち米と本沢と小豆ですね。これ小豆じゃないじゃない？小豆じゃない。なんか他の豆かな？わかんないです。何かの豆です。每天杀多少羊？对，1、2、3、4。这个每天都卖完吗？この辺ずらーってね、ホエズもそうだし、さっきあそこで肉解体してたけど、ここでシャワカオのね、外に席がずらーって並んでますね。ここにぎわいスポット屋台街で、なんでにぎわってるかっていうと、そこに塔がありますね。アルチーターとかいうやつですね。27塔で1971年に建てられたんですけど、1924年に鉄道のねストライキがあって、それ記念して建ってたっていう、そういう塔ということらしいです。
く周りをうろついててね、でまたここの広場、この塔のある広場に戻ってまいりました。手里面有奖品啊，来自我们负一楼的城市英雄纪念币，给大家发放一下奖品啊！来点掌声，掌声在哪里？掌声在这里一点。有名店みたい、チンチャンハラルのね顔ガチョウの肉なんだけど、それだけどね、持ち帰りだけみたいだから。すごい近かったんでね、結局ホテルのとこまで戻ってきちゃいました。ここで晩ご飯探そう。现在要，谢谢谢谢。いただきます。ザ・ミェンティアというか雑食の雑に麺って書いた謎の何でもありのドロドロスープみたいな、そういうのを頼みました。なんと驚きの安さ、6元120円かな。フラタンのに麺が入ってる。で麺が長くなってね、長くなくて切れててスプーンでそのまま食べれるみたいな。なんかスープヌードルみたいなのあるじゃないですか。クヌーレだっけ、なんかインスタントのそういうやつとかあるじゃないですか。スープにちょっと麺入ってるみたいな、そんな感じ。ということでね、皆様今日はねちょっと寝坊しちゃったんで、もうお昼前なんですけど、ここの河南省のね博物院にやってまいりました。結構なねお宝があるそうなので楽しみです。入っていきましょう。無事入ってきました今日平日でね、木曜日なんですけどかなり賑わってますね。夏休みですからね、今ね7月で。どんなお宝があるのかな。新石器時代とかから始まってるね。いや、素晴らしい充実した博物館でしたね。全部で4階あって、で石器時代から夏王朝で章とかね、僕解説できないですけど、王朝歴代王朝ね、順繰りに下ってって言って感じで、1、2階までで、唐の時代とかまで明清とかまでねあるんですけど、見応えあったのは漢とかね、唐漢とかその時代ぐらいまでで、3階とかはねもうあんまり何も見るものがないというかで、4階はね少しお宝、明とか清とかのお宝とかがある展示ですけど、2室だけでね、それも小さいもので、なのでやっぱり 1階が一番の見どころですね。1階とそれから2階ですね。でやっぱこの博物館に行ってね、改めて中国の古代史のおさらいするみたいな形になったんですけど、それで今僕はね中国の蘇州に住んでるんで、南方に住んでるんで、こっちに来るといや歴史で習ったものがやっぱりこっちだったんだなって、やっぱり黄河のね、黄河流域のそういう中国の戦国時代とか孔子が活躍した時代とか、中国の古代文明の少なくとも教科書上での本場っていうのが体験できてよかったです。甲骨文字とかね、そういう
それの、まあ、カメラの甲羅の展示とかもあって、わーっていう日本の中学生とかね、中国史とか世界史勉強するときにここに来たらすごい実感湧くんだと思います。屋台、博物館の前屋台集まってるけど、やっぱり交通警察にどかされてますね。2階建てのバスがあったよ。それでここのね駅のところまでやってきました。駅来ても何もすることないけどまたね昨日の途中通ったけど、あそこら辺のとこまで戻ってブラブラしよう。これモスクみたいよ。初めて見る形。普通のビルですね。ちょっと一瞬だけ入ってみようか。中どんな感じよ。普通のビルですね。でガランとしてますね。ここもモスクなんですけど、すごい普通の感じの建物ですね。適当に歩いてたら清真寺、中国のモスクらしいモスクに着きましたよ。綺麗だけど全部明らかに新しい感じの建築と、古く見える建築での2つがあって、古く見える方の建築も新しいですね。海賊の幼稚園なるものがあるよ。初めて見ました。宿のすぐ近くにあるね、この大きいチェンチェンのハラウの店、気になるんで入っていきましょう。一个人随便坐啊。你好。一位。那有的拼盘，有吐司的没？有的拼盘，有什么拼盘？它有素的素是什么鱼是什么？哦，那一点那个对，来71条。28。僕らだと思ったら違ってやっと来た。ありがとう。謝謝。謝謝。来ました。お待ちかね。やっと来ましたよ。いただきます。やっと来ました。ホイ麺ですね。通用ホイ麺とかすごいいろいろ揃ってる。美味しそう。クコの実とか牛肉とか入ってるね。すごいです。いただきます。ちょっと麺すごい太いホイ麺。これがホイ麺です。あと白滝みたいなやつも入ってるね。でこれなんかニンニクみたいな、こんな透明なニンニクもあるし、ニンニクか、らっきょうじゃないよね。甘酸っぱいニンニク、シャンツァイ、これをかけてくる。でさっきから食べてるけどお魚ですね。すっごい甘じょっぱいですね。甘いですね。美味しい。結構待ったんだけど待った甲斐があった。すごい人気店みたいですね。すごい人がいます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ホイ麺すごいね、さっぱりしつつコクもありつつ、多分ごま油が効いてるのかな、分かりませんけど美味しかったです。思わずスープまで全部飲んじゃいました。豚骨じゃないラーメンみたいな、そういうちょっとそういう感じの風味も感じられてね、なんていうかコクみたいなね、ラーメンみたいなコク、日本のラーメンみたいなコクみたいな、そういうのも感じられてすごい美味しかったです。今回でチョンの旅は終わりです。昨日と今日のこの2日間で何があるかって言ったら、旅行のね、そういう旅行スポットみたいな、いわゆるツーリストスポットみたいな、そういう場所はねあんまりないんですけど、というかほぼないみたいなね。
博物館ぐらいみたいな、そんな感じなんですけど、まあみんな少林寺とか行くんでね、町内、ここからかなり結構遠いんですけど、まあバスで 1,2 時間とかのね、そういうとこ行くので、まああそこはもう町の中ではないんでね。で僕はね、まあ今回ここ明日明後日明日ローヤンに行きます。ローヤンっていうのはローヤンで合ってるかな、発音。洛陽ですね、洛陽。すいません。昔ね、世界史でね、ちょっと出てきましたよね。誰々がね、日本もね、誰々がね、洛陽に行ったみたいな、留学行ったみたいな、そんな話がありますよね。とうとう歴史の舞台みたいなところに行くわけですけど、洛陽にね、なんて言うんでしたっけ、壁に、壁面に仏像が彫られてる、そういう場所、四空かな、なんか日本語でなんていうかわかんないんですけど、そういうところがねあるらしいんで、論面四空かな、そういうのがあるらしいんで、そこに行ってまいります。じゃあ今回の旅はここまで。続きは洛陽で。你这是上次有我叫志刚，他一拍你照片都出来了，然后他送你一个照片。也给你多拿一个啊。最後屋台取ってたらね、ついつい気になって、これトウモロコシのね餅というかケーキ買っちゃいました。というか取ってたらね、なんかついつい買っちゃいました。なんとも言えない素朴な味。トウモロコシと砂糖と、面白いわ。